聖クルアーンの中にシリア語を語源とする単語は存在するのか。答え。現代の一部の詐術魔と論者、ペテン師たちは、聖クルアーンのいくつかの単語の文字を改変してシリア語の単語に強引に近づけ、これらの単語にはシリア語の語源があると主張しようと試みました。これは私が未だに驚きを禁じ得ない点であり、何が人間をこのような行動に駆り立てるのか理解に苦しむところです。先ほど詳しく述べた通り、そもそもシリア語は固有の独立した言語、原初言語ではありません。シリア人自身も、単語のアラビア語における語根、語源を検索、参照しない限り、自分たちの言語を理解することすらできないのです。また、シリア人が自らのシリア語を文法的に整理、記述できたのも、アラビア語の文字構造に照らし合わせること、類推によってのみでした。西暦7世紀における最も偉大なシリア語学者の一人であるヤコブ・エーデッサ、ジャコブ・オブ・エデザが、シリア語は、本来の形が忘れ去られてしまったと認めていることや、シリア語の権威である大主教イクリミス・ユースフダー・アルムーシリが、シリア語の単語はアラビア語の語根に立ち返ることでしか理解できないと告白している事実は、戦術した通りです。シリア人は自らの言語を解読する上でアラビア語に完全に依拠しており、シリア人が用いるすべての正当なシリア語辞書は、アラビア語による解説を通してのみシリア語の意味を説明しています。そもそも、シリア語における最初のシリア語辞書が登場したのは、アラビア語辞書、アルアインの著者であるアルハリール・ブン・アフマド・アルファラーヒーディの没後90年が経過した後のことです。シリア人が自分たちの辞書を編纂できるようになるまでに、アルハリールのアラビア語辞書から丸々1世紀もの歳月を要したのです。アラビア語の特定の単語をシリア語に由来すると主張するこれらの詐術魔と論者の説で最も奇妙な点は、それらの単語の語根がシリア語には最初から存在せず、アラビア語にしか存在しないという事実です。シリア人が言語を発展させていく歴史の後の段階において、アラビア語からその語根を借用、表説したに過ぎません。語根自体がアラビア語にしか存在せず、シリア人自身もアラビア語の語根に遡らなければ意味を理解できない単語を、クルアーンがシリア語から引用、借用することなど、どうして可能でしょうか。彼らの主張は、まりにも不可解です。シリア語全体が原初言語ではなくアラビア語からの借用で成り立っているにもかかわらず、なぜ彼らは歴史と真実を捏造してひっくり返そうとするのでしょうか。西暦7世紀の最も偉大なシリア語学者であるヤコブ・エデッサがシリア語の文字に母音記号、点記号を付すことができたのは、アブー・アル・アスワド・アルドゥ・アリーがアラビア語の文字に点を付すプロジェクトを完了させた後のことでした。アブー・アル・アスワド・アルドゥ・アリーがアラビア語の文法記号、ファトハ、カスラ、ダンマを制定した際は、アラブ人の実際の単語の発音方法に基づいて決定しました。一方でヤコブ・エーデッサは、個々の単語や文字がどう発音されるべきか、ただ推測感に頼るしかなかったのです。シリア語、そしてアラム語やヘブライ語などの他のセム系言語は、すべてアラビア語から派生した言語です。私たちは、アラビア語が聖クルアーンの言語だからという理由だけでこう主張しているのではありません。これはこれらの言語を研究した者すべてが証言する客観的事実だからです。多くの言語学者たちは、アラビア語こそが原初セム語、プリミティブセミティックタングであると断定しています。カール・ブロッケルマンは著書、セム語比較文法の中で、アラビア半島こそが、セム人の最初の故郷洋蘭の地として最もふさわしい場所である、と結論付けています。また、オックスフォード大学のアッシリア学教授アーキバルド・ヘンリーセースは、その著書、アッシリア語比較文法において、セム系諸民族のアラビア起源の真実と、アラビア半島がセム人の原初の本土であり、世界で唯一純粋なセム形成を保ち続けた地域であることを実証する学術報告を表しました。歴史を通じてアラブ人や遊牧民、ベドウィンの部族がメソポタミアやシリア地方へと移動し続けた地理的動態は、セム系の原点がアラビア語であることを明確に裏付けています。2012年、オックスフォード大学のアジア考古学研究センター所長ミシェル・ペトラリア、マイケル・ペトラグリア率いる研究チームによる調査結果が発表されました。アラビア半島の地形を調査したこの研究は、雑誌、エオーショナリー・アンスロポロジー、進化人類学2012年第21号に掲載され、アラビア半島の砂漠の下に埋もれた古代の河川網や湖沼盆地が発見されたことを明らかにしました。つまり、アラブの土地とアラブの言語こそが、セム系の原初であり起源なのです。ミシェル・ペトラリアの研究チームが到達したこの成果は、サヒーフ・ムスリムに収められた預言者、
彼にあった平安と祝福あれの次のハディースを私たちに思い起こさせます。富が増加し、溢れ返り、人が財の定か、記者を出してもそれを受け取る者が誰も見つからなくなり、アラブの地が再び緑や草原と河川に戻るまで、審判の時は訪れない。預言者、彼にあった平安と祝福あれの、アラブの地が再び緑やと河川に戻るまでというお言葉は、かつてアラブの地が緑豊かな草原であり河川が存在する土地であったことを意味しており、これこそがこの卓越した科学研究によって裏付けられた真実なのです。アラブの地はかつてセム系言語の摇籃であり、メソポタミアやシリアの諸民族の故郷でした。そのため、アラビア語は他の異民族の言語との混雑による不純物が混ざることなく保たれました。一方で、アラブの地から移住した他の派生部族は平原や川の谷間へと移動し、他の諸民族と混交しました。その結果、彼らの言語は彼らが携えてきた母体言語、アラビア語と外部言語の影響が混ざり合った混成語となり、こうしてシリア語、アラム語、ヘブライ語が誕生したのです。これに対し、アラビア語はアラブの地において一切の汚れや不純物なく純粋なまま残り続けました。エルネスト・ルナン、アーネスト・レーナンは次のように述べています。アラビア語は最も驚異的な現象である。歴史を通じて、アラビア語はその完全性、柔軟性、そして無限の豊かさをもって私たちの前に現れる。アラビア語は最初から完成されていたため、大きな改変を一切受けていないと言っても過言ではない。アラビア語には幼年期、未熟期もなければ、老衰期、衰退期も存在しない。原初的な段階も、経過期間も、模索する試行錯誤の時期も経ずに、これほど完璧な姿でこの世に登場した言語が他に存在するのか、私にはわからない。シリア語の権威であり大主教であるイクリミス・ユースフ・ダー・アルムーシリによる、アラビア語の原初性、正当性に関する次の証言だけで十分でしょう。彼は文字通り次のように述べています。アラビア語は、すべての精通した研究者の承認のもと、セム系言語の中で最も高貴で、最も古く、最も豊かな言語である。したがって、アラビア語の知識は、他のすべてのセム系言語、とりわけシリア語を精通しようとするあらゆる者にとって不可欠である。以上のことから結論付けられるのは、シリア語は語根性勢力の乏しい弱い言語、派生語であり、それゆえ語根から容易に新しい単語を生み出すことができないということです。これに対し、アラビア語は語根から単語を生み出す能力において世界で最も豊かな言語です。さらに、アラビア語は発生期間全体をカバーする音素、文字音を備えた唯一の言語であり、その発音部位、マハレジュは唇から喉の奥、声帯に至るまで広範囲に分布しています。この点において、他のセム系言語はもちろんのこと、地球上のいかなる言語にもアラビア語に並ぶものは存在しません。アラビア語の文字の発音部位の構造は驚くべきものであり、これはアラビア語の最も驚異的な特徴の一つです。世界の中の他の言語は、特定の文字音を書いていたり、複数の音を混同、融合させたりしており、一部の言語では発音部位とその音が完全に消失してしまっています。例えば、さ、th という文字、音は、アラビア語以外の言語には実質的に存在しません。そのため、アラビア語のサウル王子という単語は、アッシリア語では変形して、シュール、shr となり、それをシリア語が借用、模倣して、ツール、tr と発音するようになりました。シリア語にはそもそも、サーの音が損しないため、アラビア語から借用した際に、ツールと発音せざるを得なかったのです。また、アラビア語のズイブオオカミという単語は、アッシリア語で、ズイブーに変形し、それをシリア語が取り入れて、ダーバーと発音しました。この語形変化も、シリア語に、ザール、dh の文字音が存在しないために生じたものです。同様に、ザーの文字音もアラビア語以外の言語からは消失しました。そのため、純粋なアラビア語の、ズィル、影はアッシリア語で、ソルとなり、シリア語ではそれを借用して、トラルーと発音するようになりました。さらに、ダードの文字音はシリア語において、アイン、一重引用不英へと変形しました。これと同様の例は数え上げればキリがありません。アラビア語の正当な文字である、ターは、シリア語では、ダール、D と発音されるようになりました。このように、シリア語は語根からの造語力において貧弱であるだけでなく、多くの発音部位を書いており、文字そのものが不足している言語なのです。ヌーン N やラーム L のような文字もシリア語においては依然として混乱の原因となっており、ヌーンがラ、R に変わったり、その逆が生じたりします。
これに対して、アラビア語ではこれらの文字は完全に明確に区別されています。擬音 GH の文字音に至っては、すべてのセム系言語の中でアラビア語以外の言語からは消失してしまい、アラビア語だけが今日まで保持し続けています。シリア語では、擬音の音は、アインとして発音されます。そのため、アラビア語のガルブ声はシリア語では、アルブとなり、ヘブライ語でも同様に、アラブと発音されます。ハー KH の文字音もシリア語には存在せず、ハーと発音されます。アラビア語のアフ、兄弟は、シリア語では、アハ、ヘブライ語では、アーハとなります。アラビア語のヒマールロバは、シリア語では、マーラと発音されます。アラビア語は文字数が多く、発音部位が多彩で発生期間全体に広範囲に分布しているため、セム系言語の中で最も語根と語源の豊かな言語となりました。アラビア語における単語の語根の数は約12000に達するのに対し、シリア語やヘブライ語では3000程度を超えることはありません。また、シリア語やヘブライ語、その他のほぼすべてのセム系言語が一つの語根から一つか二つの派生語しか作れないのに対し、アラビア語は一つの語根から数十もの派生語を生み出す能力を備えています。総数形、二つを表す文法形式が正しい形で使用されているのはアラビア語だけであり、シリア語においては数字の200と二つという二つの単語の中にしか総数形の形跡が残っていません。これらに加え、アラビア語は、核変化、イアラーブの体系を保持している言語であるという特徴を持っています。語末の母音変化によって文中での単語の文法的役割が決定されるのです。アラビア語は主格、所有格、属格、目的格、対格という格変化のシステムを完全に保持しています。一方で、アラム語、シリア語、ヘブライ語からは格変化の記号が消失し、アラム語やシリア語の副詞の語末におけるファトハ、アリフの形など、わずかな痕跡や残骸しか残っていません。この格変化、イアラーブのアプローチこそが、何世紀もの時が流れても言葉を生き生きと保ち、その輝きを失わせない理由なのです。極めて驚くべきことに、シリア語やヘブライ語の単語の大部分は、固定的、非派生語であり、それ自体の辞書の中にその意味を担う語根が存在しません。しかし、それらの語根と派生語はアラビア語の中に全く同じ意味で存在しているのです。これは、シリア語やヘブライ語の単語が派生した元の語源を理解するためには、アラビア語に遡ることが不可欠であることを意味しています。それゆえ、先述した通り、シリア語の辞書はアラビア語の語根に還元することによってしかシリア語の単語を訳出できないのです。したがって、現代の人間がやってきて、クルアーンの単語の起源はシリア語にあるなどと主張するのは、尻滅裂で奇妙極まりないことです。無神論者のペテン師であるクリストフ・ルクセンベルクは、イスラームを攻撃するためにシリア語を用いてクルアーンを解釈しようと試み、クルアーンの多くの単語がシリア語に由来すると主張しました。彼は浅はかな知性と乏しい知識、そして悪質な謀略をもって、クルアーンの多くの単語をシリア語に還元しなければクルアーンを理解することはできないなどと妄言を吐いたのです。驚くべきことに、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院、ソアズからルクセンベルクに対する公式声明が出されました。この声明を発表したのは言語学者のフランソワ・デ・ブロワズであり、彼はその中で、クリストフ・ルクセンベルクと名乗る人物は古代セム語に関する知識を一切持っておらず、彼の正体は単なるレバノン系キリスト教徒に過ぎず、クリストフ・ルクセンベルクという名前が示唆するような西洋の研究者・学者などではないと明かしました。言語学者フランソワ・ド・ブロワは続けて次のように断じています。ルクセンベルクは、各セム言語学の方法論に関する真の理解を一切書いている。イノセント・オブ・エニー・リアル・アンダースタンディング・オブ・ザ・メソードロジー・オブ・コンパラティブ・セミティック・リングイスティクス。フランソワはさらに論を進め、ルクセンベルクのプロジェクトは学術的な仕事などではなく、単なる、素人愛好ダエッタンティズムに過ぎないと評価しました。また、カーディフ大学のセム語研究教授であり、シリア語の解説及び言語分析に関する著作を持つダニエル・キング博士も、ルクセンベルクのプロジェクトに関する独立した研究論文を執筆し、次のように記しています。このプロジェクトは、クルアーンのいくつかのフレーズを再読、解釈しようとする、脈絡のない、尻滅裂な一連の推測、仮説の羅列に過ぎない、A シリーズオブラージリーアンコネクティッドコンジェクチャーズ。ルクセンベルクはその朝は笠ゆえに、クルアーンを記述した者たちが一部の文字の点、母音記号、識別点の配置を誤ったのだ、と仮定しました。しかし彼は、
クルアーンのすべての文字が、交渉、暗記によって預言者、彼にあったの平安と祝福あれの口から各世代の暗唱者、ハファーズへと、現代に至るまで書物、マサーヒフの伝写ではなく、交渉の連続的伝承、タワートゥルによって伝えられてきたという事実を知らないのです。ルクセンベルクはこの捏造、虚構の仮説を立てることによって、クルアーンのいくつかの単語を再読し、それらをシリア語に引き寄せようと試みました。驚くべきことに、ルクセンベルクはこの無意味なタワ言にとどまらず、後ほど挙げる例に見られるように、クルアーンの単語との辻褄を合わせるためにシリア語そのものやその単語の意味すら改変もてあそんだのです。ルクセンベルクは、クルアーンのすべての文字が、歴史を通じてイスラーム共同体、ウンマのあらゆる世代において、預言者、彼にあった平安と祝福あれの口からその正確な発音方法とともに交渉の連続的伝承、タワートゥルによって伝えられてきたことを知らないのでしょうか。ルクセンベルクは、聖クルアーンの暗唱、伝承における、イジャーザ、伝承許諾証を取得する伝統的な方法について聞いたことがないのでしょうか。ルクセンベルクは、シリア語がアラビア語から派生した新しい言語派生語であり、その単語は固定化、非派生化されており、シリア人自身も自らの単語をアラビア語の語根へと還元しなければ理解できないという事実を知らないのでしょうか。ルクセンベルクは、シリア語が、造語力において、貧弱な言語であることを知らないのでしょうか。ルクセンベルクは、シリア語には、サー、ハー、ザール、ワアウ、ダード、ザー、ギーンといった文字音が全句存在しないことを知らないのでしょうか。ルクセンベルクは、世界中の言語の中で完全な、核変化、イアラーブの体系を備えているのはアラビア語だけであり、現代ドイツ語において極めて原始的な形で存在するに過ぎないことを知らないのでしょうか。ルクセンベルクは、アラビア語こそがセム系言語の母体、原初言語であることを知らないのでしょうか。私たちは誰に向けてこの言葉を語っているのでしょうか。嫉妬の炎が彼らの心を焼き尽くし、クルアーンに対する闇が彼らを蝕んでいます。なぜなら、クルアーンは胸の中に保全された啓示、ワヒであり、礼拝堂、ミハラーブで読唱され、休むことなく人々の下で唱えられ、人々の生活に息づいているからです。一方で彼らの言語は博物館に入り、私たちが校外学習でミイラに囲まれながら眺めるような、古代の遺物と化してしまったのです。ここで、ルクセンベルクによる改変プロジェクトの愚かさを示す2つの具体例を挙げます。1、ルクセンベルクは、クルアーンという単語がシリア語から取られたと主張します。驚くべきことに、クルアーンという単語は、フアラーンという文法形、計量に属していますが、この文法型はシリア語には最初から存在しません。さらに、クルアーンという単語は、カラーという語根に由来する純粋なアラビア語の語根であり、この語根はシリア語には存在しません。この語根はアラビア語にのみ存在し、アムル・ブン・クルスームはそのムアッタカ、ケンシーの中で、肌が白く、妊娠していない。未妊娠の女性、未だ妊娠カラーを経験していないと読んでいます。シリア語には、カラーという語根しか存在しません。そして、シリア語辞書におけるこの、カラという語根は、鶏の音鳥の鳴き声のような、叫び鳴き声を意味します。さらに驚くべきことに、反イスラーム的で偏狭な東洋学者テオドール・ノーデケ、セオドルノルデクでさえ、ルクセンベルクがアラビア語のクルアーンの語源だと考えたシリア語のクリアーナという単語について、テオドール・ノーデケによれば、古代シリア語には存在しなかったと認めているのです。2、ルクセンベルクがそのプロジェクトで提示した第2の例は、アッターの次のお言葉における、アルハワーヤという単語です。また、牛と羊からは、それらの脂肪を彼らに禁じた。ただし、それらの背に負うもの、または内臓、アルハワーヤ、あるいは骨に混ざるものは除く。アン・アーム章146節。ルクセンベルクはこの、アルハワーヤという単語の起源がシリア語であり、アラビア語にはその意味が存在しないとみなしました。しかし、アラビア語に精通しているアラブ人であれば誰でも、アルハワーヤーが正当で純粋なアラビア語の単語であり、ハワー、ヤフイー、ハワーヤーという正当なアラビア語の語根を持っていることを熟知しています。私たちは荷物を運ぶトラックコンテナのことを、ハーウや、容器内包するものと言いますが、これは正当なアラビア語です。しかしルクセンベルクはアラブ人の言語すら理解していないのです。驚くべきことに、ルクセンベルクがアルハワーヤーに接近させるためにシリア語から引用した単語は、ガウエーという単語です。シリア語では、ガウエーと発音されますが、彼は読者にそれが、アルハワーヤーと同じであると思わせるために、あたかも嘘をついて、
アルジャワーヤーと発音されるかのようにでっち上げました。このような写術魔と手法は、残念ながら東洋学者たちの間で広く見られるものです。さらに重要なことは、シリア語における、ガウェイという単語の意味は、内部内側を意味するということです。このシリア語の単語自体は、マタイによる福音書の中でも、内部という意味で登場します。では、言語的にどちらがより正確で適切でしょうか。それらの背に負うもの、または、内部を除くでしょうか。それとも、それらの背に負うもの、または、内臓、ハワーや腹部が包含するものを除くでしょうか。ハワーヤーとは、含有物、お腹の中に含まれている内臓を意味します。言語としてどちらがより精密でしょうか。極めて奇妙なことに、シリア語のガウェイは語根を持たない固定された単語、非派生語であるのに対し、アラビア語においては本来の語根を持つ正当な単語なのです。これらは、ルクセンベルクとその同類によるプロジェクトの不当な本質をあらわにする簡単な例に過ぎません。